やっほー、皆さんこんにちは。今日は珍しく昼間から動画撮ってるんだけど、ちょっとね、最近の悩みをみんなに聞いてほしくて、なんか私めちゃくちゃお菓子作ってるじゃん。でもちろん作ったものは自分で食べてるのね。友達にもあげたりはしてるけど、基本的には自分が多分一番食べてるの。お菓子作り始めたのも自分が甘いスイーツを食べるのが好きだからっていうのが大きいしね。だけどやっぱり私もさ、アラサーに突入してしまった身だから、健康面がね、少しずつ心配になってきてて、周りも結構心配してくれるの。この間健康診断だったんだけど、甘いもの食べ過ぎて数値下がってないかなって結構心配だったの。結果は、全然健康で正常値だったんだけど、それもお菓子作り以外の食生活は本当に気をつけてるからっていうのもあるんだけどね。本題に入るんだけど、今の私のお菓子作りって見た目とか味っていうのを一番に重視しちゃってて、なんか健康面はほとんど気を使えてないなって思って、みんなもうすうす思ってるかもしれないんだけど、で今後もお菓子作りをずっと続けていきたいなって考えた時に、なんかやっぱりもう少し健康面を意識したお菓子作りっていうのも取り入れていきたいなって思い始めてて、なんか自分だけじゃなくて食べてくれる人のことも考えるっていうのはお菓子作りをする上で大事なことだと思うし、子供とか将来できた時に自分が作ったお菓子をたくさん食べてほしいけど健康がなーって悩むことになると思うんだよね、多分。だから今のうちに健康面にも軸を置いたお菓子作りっていうのができるようになりたいなって思ってます。で、ちょうど今日の夜お友達にスイーツを作る予定があるので、今回は米粉とか豆乳とかそういうちょっと健康寄りの材料を使って美味しくて可愛いお菓子作りっていうのに挑戦してみようかなって思います。こんだけお菓子作りしててさ、米粉使ったことないの。豆乳とかも、豆乳なんて飲んだこともそんなにないし、本当にさ、そういう領域に踏み入れたことがなくて、だから私もこれを機にそういう領域に踏み込んでいこうというわけです。で、実は今回スナックミーさんとのコラボでこのおやつボックスを体験してそういう考えになったというか、自分のねお菓子作りを見つめ直すきっかけになったんだよね。じゃーん。こんな感じでね、100種類以上のおやつの中から自分の好みに合わせて8種類のおやつが毎回届く感じのね、定期便サービスになってて、毎回ね、中身が変わるから何が入ってるか開けるまでわからないの。めっちゃワクワクするでしょ？そしたらおやつ診断をしてみましょう。このおやつ診断に回答すると自分の好き嫌いだったり、そういう好みに合わせて専用のおやつボックスが届けられるらしいです。ということで回答していきましょう。はい。リスのしっぽショコラ。食べたいですね。チョコフィナンシェ。食べたい。フロランタンクッキー。今はあんまりかな。枝豆ポリポリ最高です。さつまいもチップス。これ食べたい。あ、終わった。っていうかこういう UI とかパッケージとかそういう一つ一つからなんかすごい食べてくれる人のことを思いやる気持ちというか、そういうあったかさが伝わってくるよね。なんか見習わないとだよ。あとは苦手な食べ物などを教えてね。苦手な食べ物はね、私ないのです。アルコールはちょっと控えめ。カフェインはね、あんまりなの。あ、終わった。なんかこんな感じでリクエストが送れるらしいです。ということで、それでは食べてみましょうか。どれから食べようかな。なんか全部美味しそうなんだよね。これ食べてみようかな。私、甘さのハニーミルクナッツミックス。これ原材料とかもちゃんと書いてあって、カロリーもしっかり書いてありますよ。基本的にほとんどのおやつが200キロカロリー以下なんだよね。そしたらちょっとこれをね、いただいてみます。美味しそう。いただきます。美味しい。なんかどれがどのナッツか全然わかんないんだけど、これが美味しい。
なんかすごい健康的だな。なんかこれとかさ、アールグレイの米粉クッキーなんだけど、原材料が米粉とか、きび糖とか使ってて、なんかちゃんと原材料こだわってんのに、味とか見た目のクオリティが下がってないのすごいよね。なんか普段こういうスイーツを作らないから、ちょっとね、興味深くて。これは何かっていうと、おかきだね。すごい美味しい。なんかこういうおやつだったらさ、罪悪感を感じなくていいね。基本的には白砂糖とかマーガリンとかショートニングとかは一切使ってないんだって。私白砂糖の消費量やばいんだよね。たまにコメント欄で聞かれるんだけど、ちょっと最近やばいなって感じてる。これさ、個包装になってて持ち運びしやすいから、会社とか出社時とかに持ってくの良さそう。なんか出社した時って甘いものが食べたくなっちゃってさ、ついついコンビニとかでチョコとか買っちゃうんだよね。わかる？普段スナック系とかは一切買わないんだけど、なんかチョコとかそういうの買っちゃうんだよね。今週はこれのどれか持ってこうかな。この量でもね、すごい満足感あるし、こういうイラストとかのパッケージもほんとすごい可愛いし、私は結構見た目とかデザイン性とかも好みです。普段だったら絶対買わないけど、こうやってランダムで届くことで新しい出会いがあるかもしれないしね。もちろん、毎月これ8個じゃ足りないってなったら、最大週に1回まで定期便増やせるから、消費頻度に合わせてお届け頻度は変更できるっぽいですね。あとね、このサイズだから、ポストに入るから、受け取りがポストでできるところも、めっちゃいいポイントですね。この動画の投稿日から2週間限定で、概要欄の URL からね、購入してくれた人は、初回ブックスが1000円オフされるクーポンが配布されてるので、みんなもぜひ体験してみてください。初回限定でこういうドリンクも一つ選べてついてくるのでおすすめです。美味しい。じゃーん、見て。今日は米粉を使ったスイーツを作ってみて、どのくらい美味しいのか、ちゃんとしたスイーツが作れるのかっていうのを試してみようかなって思います。で、あと豆腐と、これがギリシャヨーグルトかな。で、最後にこれがね、無調整豆乳です。私本当に豆乳とか飲んだことないから、果たしてこれはスイーツに使えるのかっていう感じだよね。てか、まずそのままこれを味わってみよう。果たして美味しいのでしょうか。こんなに入れない方がいいか。飲めなかったらどうしようって感じだもん。乾杯、いただきます。なんだこれ。全然好みではない。でも、スイーツに使えないかって言われたら使えるんじゃないかな。なんか餅系に使えそう。そしたらまずは米粉のパウンドケーキから作っていきます。よいしょ。今日はこのきび糖を使います。前にきび糖でカヌレ作った時もレアチーズケーキ作った時もめちゃくちゃ美味しかったからね。これからはね、どんどんきび糖とかを取り入れていきたいなって思います。今回はこのパウンドケーキも含めて5種類くらい簡単めのスイーツをいくつか作っていこうかなって思ってます。ここに本日の主役の米粉をね、入れていきます。100g。で、あとベーキングパウダーも入れていきます。で、混ぜる。どうなんだろうね。美味しいのかな。私はさ、あんまり市販のスイーツを食べないから、自分で作ったスイーツばっかり食べるからさ、米粉スイーツとかほとんど今まで食べたことないんだよね。今回だからスナックミンさんのお菓子をいただいて、こんなにも美味しいんだって思って、私もどんどん取り入れていきたいなって思ったんだよね。今回ちょっとおしゃれにアールグレイ味にしていきたいと思います。最近アールグレイのスイーツを全然食べてなかったからさ、ちょっと恋しくなっちゃって、もう本当にいい香り。いい感じかな。よいしょ。さっきちゃんと型を準備しておきました。それでは入れていきます。それではこちらで焼いていきたいと思います。出来上がりが楽しみだね。よいしょ。次は豆腐チョコケーキを作ろうと思います。とりあえず材料を GPT に送ってこうやってねレシピを作ってもらったので、これを微調整しながら
作ってみようかなって思います。まずはこの木綿豆腐を使っていきます。お菓子作りで豆腐使うの初めてだ。よいしょ。果たして美味しくなるのかな。とこれでこうして一旦置いておこうか。よいしょ。そしたらまずはこの豆腐を思いっきり混ぜる。絹豆腐にしたの失敗じゃない？大丈夫かな？気合いで混ぜるよ。豆腐の匂いがすごいんだけど、これ大丈夫？スイーツになったらこの豆腐の匂い取れるかな？とりあえずこんな感じで卵と蜂蜜、きび糖も入れる。でこれでまた混ぜていきます。でここにチョコレートを入れていきます。はい、OK。米粉とベーキングパウダー、で最後ココアパウダーを加えていきます。たら混ぜていきます。これで美味しかったらさ、もうほんとこれでいいよね。豆腐のダマが残ってる。やっぱ木綿じゃない方が良かったな。絹の方が良かった気がする。わからないけど、やっぱ勉強をしないといけないことが多いですね。新しい領域に踏み込んだからにはもう私は本気よ。もう将来米粉マスターになっちゃうからね。みんな期待してて。みんな見て、パウンドケーキが焼けました。普通のパウンドケーキなんですけど、ちょっとできてるか確認しようか。うん、大丈夫そう。こっちが高さ低くて、こっちに行くほど普通になってって、ことさ、ここにクッキーシート挟まってんだけど、どうしようどうしよう。変な形になっちゃってんだけど、見て、変な形になっちゃってんだけど、もうやだ。よいしょ。ちょっとここ切って食べてみようか。わお、あ、いい感じじゃん。全然美味しそうなんだけど。じゃあちょっといただいてみましょう。待って、すっごい美味しそうだよ。なんかおいしい。なんかもちもちしてる。めっちゃ美味しいんだけど。やっぱり止まらない。アールグレーがさ、本当に美味しいんだよね。よいしょー。そしたらブラウニーはこの型で焼こうと思います。作った生地を絞っていきます。どのくらいかな。こう？そしたらこれで焼いていきたいと思います。ドキドキだよーうまく焼きますように。どうしよう、焼き上がった時に爆発してたらこのさ、スナックミーさんのさ、このアールグレイ米粉クッキーがめちゃくちゃ気になってて早く食べたいんだよね。材料は米粉、バター、きび糖、アーモンドプードル、卵、アールグレイ。なるほどなるほど。こういうのでね、ちょっといろいろ学ぶことが多いです。で、私がね、すごく気になってるのがこのさつまいもチップスなんですよ。結構塩味のおやつもありという、最高じゃないですか、ここら辺ね。めっちゃ美味しそうなんだけど、さすがに1日に何個も食べたらね、一瞬でお楽しみが終わっちゃうので、今日は我慢して明日ここら辺をいただこうかなと思います。そしたら次は豆乳クレープを作っていきます。これはじゃなくてきび糖、ちょっと蜂蜜を入れて混ぜる。優しく混ぜていきます。豆乳入れていきます。本当に美味しいのかな、これ大丈夫かな。よし、OK。ここに溶かしバターを入れて混ぜる。そして最後に今日の主役、米粉を加えていきます。今日は大活躍ですね。なんか
あれ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 。それで混ぜていきます。米粉って結構もちもちするイメージだからさ、ミルクレープには合ってるんじゃないかな。ちゃんとミルクレープになってくれるのかしら。そしたらこしていこうか。よいしょ。結構ダマになっちゃってるから。なんかまだダマっぽいけどな。網目が細かいやつでこそ。一旦これで。よいしょ。これは一旦冷蔵庫で冷やしておきます。3、2、1。ピピピピピ。よいしょー。じゃーん、こんな感じで焼けました。ちょっとこの奥のところが焦げっぽくなっちゃった。ちょっと焼きすぎちゃったかも。ということで、これ味見してみようか。せっかくだしね。いただきます。全然美味しい。豆腐の味一切しないわ。いつものチョコブラウニーよりは、なんかさっぱりしてる感じだけど、本当に普通に美味しい。すごい。友達に普通にプレゼントしてもさ、みんな多分豆腐入ってることわかんないわ。美味しすぎる。次はね、ガナッシュクッキーを作っていきます。これも米粉ときび糖で作っていきます。よしかな。明日ね、会社の同期とご飯食べる約束してるんだけど、その子がなんと来月からアメリカに行ってしまうの。会社の常駐でね。だから最後に私のスイーツを食べてもらおうかなって思って、今張り切って作っているというわけです。今日は抹茶味のガナッシュクッキーにしていきます。アメリカの常駐ってすごいよね。私は絶対に無理。適応能力が低いから。よいしょ。こんなもんかな。これで一回包もう。はい、ということでこれは冷やしておきます。そしたら最後はね、白玉粉で豆乳餅を作ってみます。うまくいくかわかりません。いや絶対ね、豆乳はこの餅系がいいと思うんだよね。ちょっとこれは色の関係からグラニュー糖を使わせてください。ラップをして、はい、これでレンジでチンしてきます。レンチンしてきたので、ここにバターを加えて混ぜていきます。こんなダマ残ってたっけ、いつも。豆乳自体ちょっとダマっぽいのかな、わかんないけど。めっちゃ混ぜないといけないかも。なんかミルクで作る時と比べて本当に白玉粉が溶けなくて、ダマをなくすまでひたすら混ぜ続けてめちゃくちゃ大変でした。ちょっとあんまよろしくないかもしれない。そしたらこの作ったお餅を出してこねていきますと。じゃあやっていきます。でもこれはね、もう丸くしていくだけ。こんな感じで丸めていきます。はい、できた。よいしょ。こんな感じでできました。どうかな、ちゃんと1個ずつ取れるようにコーンスターチもしっかりまぶしてました。美味しいかな、わかんない。ちょっと明日食べてみようかな。よし、そしたら次はこのクッキーの方を進めていきます。よいしょ、適当に分割していきます。すんごく気持ちいいんだけど。よし、こんな感じで適当に丸めていきます。でこ
に置いていくと。なんかかわいい。よいしょ。よいしょ。ではちょっと真ん中を押して平らにします。これで焼いていきたいと思います。よいしょ。オッケー。それではクレープを焼いていきますか。ちゃんと焼けるのかすごく不安なんだけど、やっていきましょう。とりあえず焼いてみようか。ちょっと暗い。待って、クレープ生地になってるかもしれない。はっ、タウ。あ、ちゃんとクレープ生地になってんじゃん。すごい。すごいね。米でもクレープ生地作れるんだ。味はどうなのかしら。よいしょ。こんな感じでクレープ生地ができました。もう超クレープです。やば。なんか普通のクレープ生地より作りやすい気がする。はっ。これはいい感じ。ちょっと食べるのが楽しみすぎるね。よいしょ、いいかな。ほい。下手だよ。下手すぎるよ。よいしょ。よいしょ。ミルクレープ全部焼き終わりました。生地は牛乳と薄力粉使ってる生地と本当に変わらないです。食べてないから味はどうかわかんないけど、めちゃくちゃ綺麗に焼けた。っていうかこっちの方が全然焼きやすかった。生地がちぎれにくいというか、薄力粉の時は結構本当に冷やさないと生地がね、破れちゃうからね。私は最初それにすごく苦戦しました。ということでこれは冷やします。よいしょ。なんか奥のめちゃくちゃ焼けてんだけど、焼きムラすごくない？これめちゃくちゃ焼けちゃってるね。なぜこんなに焼きムラがあるんだ。でも他はいい感じですね。そしたらここにへこみを入れていきます。ちょっと待って。何これ？やばくない？いっぱいかな。でも味は美味しいからさ、どうしよう。ボロボロなんだけど。わかった。ちょっとだけ、こうやって潰せばいいんだ。こう、ちょびっとだけね。形が崩れない程度に。はい、こんな感じにしよう。これで、ここにガナッシュを流し込めるはずです。こんな感じで、豆乳餅と、アールグレイのパウンドケーキと、抹茶のガナッシュクッキーと、これが豆腐のチョコブラウンと、豆乳のミルククレープ生地ができました。今回元のレシピをちょっといじってるっていう感じだったので、結構失敗するかなーってちょっと不安だったんだけど、ここまでは結構順調なんじゃないかな。豆乳餅だけ結構途中苦戦したんだけど、結構ここまではいい感じな気がします。今日はここら辺で終わりにして、トッピングとかの続きは明日やろうかなって思います。じゃあまた明日ね。バイバーイ。今日のおやつはどれにしようかな。これかな。オレンジのやつも美味しそうなんだけどね。めっちゃ美味しい。私も作れるようになりたいの。今日は午後休取ってるから午前中の仕事を終わらせてお菓子作りの続きをしたい。当たり。今日は何をやってもうまくいくよ。だってなんかこういう一つ一つのメッセージとかもすごいあったかいよね。今日は何やってもうまくいくらしいから、お菓子作りは心配ないね。
まずはこの抹茶のガナッシュクッキーから仕上げていきます。ホワイトチョコガナッシュを作ってきたので、これを流していきます。そしたら、ここにいろいろ使いかけのね、トッピング材料があるので、いい感じにかけていきます。よし、OK。はい、まずはこんな感じで抹茶のガナッシュクッキーができました。とりあえず見た目は巻き返したんじゃないかなと思います。途中食べた時は美味しかったけどどうだろうね。とりあえずはこれ完成で次行きましょう。待って、可愛すぎる。ラスト1個。めっちゃ可愛いんだけど、これで豆乳餅は完成にしようかなって思います。で、食べる時にきな粉とかクリームとかそういうのをつけて食べようかなって思います。もちろんそのままでも食べるけどね。超いい感じ。そしたら次はこのパルテノのギリシャヨーグルトとチーズクリームを使って特製クリームを作っていきます。多分美味しいはず。よいしょ。これをワン、ツー、スリー。じゃあこれを混ぜていきます。これはいいんじゃない？本当に。めちゃくちゃ美味しいよ。ミルクレープのナッペをしていきます。これで終わりなんだけどどうしよう。高さがマジでしょぼ。ちょっとさ、生地もうなくなっちゃって。高さこんだけしかないんだけど、どうしようこれ。これを活かしたデコレーションにしようか。なんかタルトとかも高さ低いしね。よし。ちょっとこれは一旦冷やします。間に桃とか挟めばもっと高さ出せたんだけど、桃も1個しか買ってないからさ、トッピング用がなくなっちゃうじゃん？だから間に挟むのはやめたの。もう一個桃買ってくればよかったな。よし、じゃあ次はパウンドケーキを仕上げていきます。そしたら一つ一つにデコレーションしていきます。お花スイーツの時のエディブルフラワーがまだ残ってるので、これを使っていきます。なんかめちゃくちゃ微妙な気がするけど、もうこれで完成にします。デコレーションミスったかも。しょうがないよね。でももうしょうがない。次は豆腐チョコブラウニーを仕上げていくんだけど、これは練乳クリームを上に絞っていきます。で、仕上げにさくらんぼを乗っけてあげる。ブチュって感じで乗っけてあげましょう。じゃーん。こんな感じで豆腐のチョコブラウニーが完成しました。イエーイかわいい。あ、やべ、落ちる。最後はミルクレープを仕上げていくんだけど、まずは余ったクリームでいい感じにデコレーションしていきます。で、ここにこの桃を乗っけていきます。なんかすっごいこの桃いい色だな。こんな感じで桃のミルクレープが完成しました。イエーイ、かわいい。この高さを生かしてデコレーションができたんじゃないかなって思います。
かわいいです。はい、こんな感じで全部のスイーツが完成しました。イエーイ、かわいい。米粉初めて使ったけど、普通にお菓子作りできるね。使いやすい。全然これからも使っていきたい。見た目の方はそこまで変わらなかったね。ちょっとミルク餅が作りづらかった程度かな。あとこのガナッシュクッキーもちょっと作りづらかったかな。クレープに関しては逆に作りやすかったしね。いろいろ学ぶことが多いです。ってことで、後でこの子たちはいただこうと思います。とりあえずまた後でね。バイバーイ。今日の夜お友達のとこにスイーツ持ってくから、パウンドケーキとガナッシュクッキーだけラッピングしちゃいます。こんな感じです。見て、これね、誕生日にお友達がくれたラベルプリンターなんだけど、これをね、使っていこうかなと思います。こんな感じでパウンドケーキ用のラベルをデザインしてきました。スイーツの民でスイタミ。どうかな？なんかスペルも可愛いのがいいなと思ってこれにしたの。将来なんかお店開いたりブランド持ったりしたらスイタミにしようかなって思ってます。やばい、可愛くない？よいしょ。可愛い。超可愛くない？やばい。よいしょ、できた。ガナッシュクッキーもね、こんな感じでラッピングしたので、同じようにシール貼っていきます。今度はね、抹茶のガナッシュバージョンにしてみました。端に貼ろう。よし、できた。全部ラッピング終わった。ガナッシュクッキーも可愛くラッピングできました。可愛いんだけど何？かわいい。じゃあ見て。私の今日のおやつです。米粉と豆乳を使った桃のミルクレープと、これが豆腐のチョコブラウニー。で、あとこれがスナックミーさんのさつまいもチップスです。これが今日の私のおやつです。いただきます。うまこれ。高級なポテチ食べてる気分なんだけど、めっちゃ美味しい。罪悪感も少ないし。これほんと最高。ではでは、いただいちゃいましょう。いただきます。待って。全然美味しいんだけど。これやばい。これ本当にみんな作って。本当に美味しい。これはね、大成功かもしれない。そしてこのしょっぱいのを食べる。なんだこの幸せな時間は。美味しすぎる。これ食べてみます。ね、マジで美味しいんだけど。てか豆腐感ない。本当に豆腐感一切ない。どこ豆腐。ちょっと生クリームはね、許して。でも正直まだスナックミーさんみたいにあんなに完璧なものをね作れないから、まだまだこれから勉強が必要ですね。一歩前進した気がする。私もこれからたくさん研究しないと。今回のスイーツはどれも本当に美味しかったから、みんなも騙されたと思って作ってみてほしい。絶対に後悔しないと思う。お菓子作りって結構手間がかかるから、自分でお菓子作る余裕はないけど、健康を意識して楽しくおやつを食べたいとか、子供に食べさせたいとかいう人はスナックミーさんのおやつは本当におすすめだと思います。お友達にもお裾分けしたんだけど、すごい美味しいって喜んでもらいました。あとスナックミーさんのおやつもお裾分けしました。それにしても今回のお菓子作りでめちゃくちゃ成長した気がする。次はどんなスイーツを作ろうかなということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。